あなたは迫り来る恐怖から逃げ出せない状況に耐えられますか？遡ることおよそ23年前の1999年3月22日、アメリカニューメキシコ州、突如として街に現れた一人の女性を前に住民たちは皆あっけに取られていました。ちょっとあんたなんでそんな格好しているんだい？住民たちがそう言って視線を向ける彼女は頭から血を流していました。さらに南京町で固く施錠された鎖を首からぶら下げており、何者かから恥ずかしめを受けていたことは明らかだったんです。お願い助けて。すぐさま警察が駆けつけ、女性は保護されることに。一体何があったんですか？警察がそう尋ねると、彼女は怯えながらこう答えました。私はある男のおもちゃ箱に入れられていたの。あられもない姿で街に現れ助けを求める謎の女性。彼女の言うおもちゃ箱とは一体何だったのか。それは現実に失望した男の欲求を満たすための理想郷だったんです。おさす、今週のキングダムの歓喜将軍アツムネアツケンちゃんです。ベイブレード世代ヤミヤミコです。ごシュート。本日皆様にご紹介するのはアメリカニューメキシコ州に現れた一人の女性からね発覚した監禁事件についてなの。そしてこの女性はなんとおもちゃ箱に入れられていたという謎の供述をしているんです。おもちゃ箱に入れられていた、ちょっと何言ってるか分かんない。おもちゃ箱と聞くとね、楽しそうなイメージがあるんですけど、実はねそれとは裏腹のやばい場所だったんで、早速ねどんな場所だったのか見ていきたいと思います。地獄のおもちゃ箱。遡ることおよそ23年前の1999年3月22日、アメリカニューメキシコ州の砂漠地帯エレファントビュートが今回の舞台。のどかな田舎町に突如現れたその女性に住民たちは皆唖然としていました。ふらふらと歩く彼女に駆け寄った住民が問いかけます。あんた大丈夫か？なんでそんな格好なんだ？お願い助けて、殺される。彼女はただそうつぶやくのみでした。集まった住民には女性を心配そうに見つめる人もいれば、見るのもはばかられると顔をしかめる人も。それもそのはず、彼女はこの時頭から血を流しており、首からは南京錠で施錠された鎖がぶら下がっていました。さらにあろうことかこの女性は服を一切身につけていなかったんです。裸？それはみんなびっくりするわよ。やばすぎるし、住民もねビビる気持ちもわかりますよね、この女性のね証言供述によってある人物の悪事が明るみになるんです。警察に保護されたその女性の名前はシンシア・ビジル22歳。シンシアは徐々に落ち着きを取り戻すと、自身に起こったことを静かに語り始めました。数日前、全く知らない男と女に誘拐されてある部屋に閉じ込められたんです。あの部屋での出来事は思い出すのも忌々しい。彼女によると犯人はその部屋のことをおもちゃ箱と呼んでいたと言います。なんか気持ち悪いな。警察はその言葉の意味こそ分からずにいたものの、シンシアが逃げてきた経路から誘拐犯を特定。犯人はニューメキシコ州トゥルース・オア・コンシクエンシーズに住むデイビッド・パーカー・レイとその恋人シンディ・ヘンディの2人だと分かりました。すぐさま彼らの自宅へ向かった警察はデイビッドとシンディを逮捕。デイビッドの供述からおもちゃ箱の正体は庭に止められているトレーラーハウスだと判明します。一体この中に何が？警察はどこか嫌な予感を覚えながらトレーラーハウスのドアに手をかけました。そしてなんだこれは。トレーラーハウスの中には警察の予想をはるかに上回る光景が待っていました。そこにあったのはおびただしい数の拷問器具。鞭や鎖、干潮、SM グッズ、産婦人科で使用される股を開くための椅子など、女性を凌辱するために用意したと思われる機材が所狭しと並んでいたんです。やっぱ気持ち悪いな。何これ？おもちゃ箱ってそういうことだったの？気持ち悪いわね。神経を疑いますよね。犯人はこういうことしてたってカップルとしてやばくない？本当にやばいんですけどね、このデイビッドという男、実はね彼はねこの生い立ち柄女性に対してね歪んだ感情を持っていたんです。内に秘めた欲望。1939年11月6日、デイビッドは2人兄弟の兄としてニューメキシコ州で生まれました。両親は彼が物心つく前に離婚しており、デイビッドは妹ペギーと共に父方の祖父に預けられます。祖父はデイビッドや妹のことをとても大事に育ててくれました。しかし、おいデイビッド、ちょっとこっちへ来い。そう話しかけられたデイビッドはすっかり怯えた様子で声の方を振り向きます。振り返った先には数日ぶりに祖父の家に姿を見せた父親の姿が。帰ってこなくていいのに。心の中でそうつぶやいたデイビッド。彼の父親は育児を放棄したばかりか、たまに帰ってきては息子を虐待する最低の人間だったんです。幼少期のこのトラウマによってデイビッドは内向的、そしてどこか影のある少年に育っていきました。父親もやばかったのね。それよりね実は深刻なのは学校での人間関係だったんです。
内気な性格に育ったデイビッドは学校でいじめられることもしばしば。端正な顔立ちをしていたため女性からはモテたのですが、その性格もあって一度も恋愛に発展したことはありませんでした。人間関係が全くうまくいかず、年を追うごとに鬱屈した気持ちを募らせていくデイビッド。そのはけ口は次第にアルコールやドラッグに向けられていきました。そして一度も交わることのなかった女性への欲望は異様な形で暴走していくことになるんです。何よこれ。ある日、何気なくデイビッドの部屋へ入った妹のペギーはそこでとんでもないものを見つけてしまうんです。デイビッドの部屋にあったもの、それは恥ずかしめを受ける女性の写真やイラスト。膨大にコレクションされたそれは、彼が女性への暴行に興味を抱き始めていることを物語っていました。こうしてデイビッドはサディズムに目覚めてしまうんです。彼はサディストの中でも暴君型サディストに分類されるんです。暴君型、サディストの中でも最強みたいな肩書きついちゃってる。同じねサディストでもなんでそういう思考に至ったのかっていうその思考フローでね分類が実はできるんです。というわけで本日のメトラキーワード、暴君型サディストについて。サディストは大きく激発型、強要型、惰弱型、暴君型の4つに分けられます。激発型は突発的な怒りによってサディズムが生じるタイプ。強要型は警察官や刑務所の看守などに時折見られる権威ゆえにサディズムを生じさせるタイプ。惰弱型は自分が攻撃の対象となるのを避けるため他人をいじめの標的にしようとするタイプ。そして暴君型はただただ他人を萎縮させ服従させることに満足感を覚える最も危険なタイプのサディストなんです。暴君型サディストの他人をいたぶりたいという気持ちは低い自尊心や感情の不安定さから来ていると言います。彼らは自分の弱い部分をごまかすため他人を打ちのめして優越感に浸ろうとするんです。大人になってからのデイビッドは普通に恋愛をするようになり結婚もしています。しかし妻たちはすっかりサディズムに目覚めてしまっていた彼の行為に耐えられなかったためか、デイビッドはその後4度も離婚を経験しているんです。内気で人間関係に自信が持てなくて、その結果なんかサディズムに陥っちゃったってこと？自尊心のなさからね、サディズム、サディストに目覚めちゃったんですよ。そんな彼のね、この暴走っていうのはもう歯止めがどんどん効かなくなっていくんです。理想のおもちゃ箱。当初は写真やイラストでサディズムの欲求を満たしていたデイビッド。その欲求は徐々に内に秘めてはおけないくらいのものになっていきました。デイビッドは10代の終わりにトレーラーハウスを購入。高校卒業後に軍隊のメカニックとして働いていた経験を生かし、その車を自分で改造していくんです。こうして完成したのがデイビッドの理想のおもちゃ箱。その中では想像するのもおぞましい行為が繰り広げられていました。手錠をはめられ産婦人科で使用される特殊な椅子の上に拘束された女性は震える声で目の前のデイビッドに懇願する。お願い、ここから出して。デイビッドは何も言わずにやりと笑うと何かのテープの再生スイッチを押す。車内に流れ始めたのは他でもないデイビッドの声を録音したテープだった。今日から数日間、僕が君のご主人様だ。最初に注意点を挙げておくと、おもちゃ箱の中では僕から話しかけた時以外勝手に発言してはならない。もしこの決まりを破れば、君はもう二度と家族に会えなくなるだろう。以降もテープの内容はしばし続き、女性にはこれから行われる悲惨な行為の一部始終が事細かに説明された。テープを聞き終えた女性の表情にはもはや絶望しか残っていなかった。よし、撮影開始だ。デイビッドはそう言ってビデオを回すと、得体の知れない器具を片手に女性の方へ歩みを進める。話すことを禁じられた女性は涙を流しながらこぼれそうになるおえつを必死で抑えていた。そこから女性に対する凄惨な拷問は3日未満繰り返された。てることが残酷すぎる。テープでねこれから何をするのかっていう説明をあえてして恐怖心を煽るっていうやり方がもう気持ちが悪い。デイビッドは恋人のシンディに協力を仰ぎ何人もの女性を誘拐。このトレーラーハウスの中で日々拷問を繰り返していました。トレーラーハウスの改造につぎ込まれた金額は約2000万円。防音設備にも抜かりのない車内では女性がどんなに叫び声を上げようと外部に知られることは一切ありません。そして数日間の拷問を楽しんだ後は記憶を曖昧にする麻酔薬を女性に飲ませそのまま路上に放置。デイビッドはこのようにしながら多くの女性を傷つけることで自身の欲求を満たしていたんです。ただ実はここまでの内容はデイビッドの犯行の中でもまだ序の口としか呼べないものだったんです。デイビッドは時折感情の高ぶりによって拷問の内容が過激になりすぎることがありました。彼のおもちゃ箱の中には性的な道具のほかメスやノコギリなどの刃物も用意されています。デイビッドはそれらの道具を用いて約60人もの女性を殺しているんです。厳密な数は分かっていないんですが FBI の捜査によってそれだけの被害者がいる可能性が指摘されています。しかしね彼にもとうとう年貢の納め時がやってくるんです。
1999年3月22日、シンシア・ビジルがおもちゃ箱に連れてこられて早3日が経とうとしていた。拷問と凌辱の限りを繰り返され、彼女はすでに満身創痍の状態。ただ、シンシアはそんな絶望の中でも必死でおもちゃ箱から逃げ出すチャンスを探っていた。この日はデイビッドが仕事に出かけており、トレーラーハウスに残っているのはシンシアとデイビッドの恋人シンディの2人だけ。まだとないこの機会にその瞬間は訪れた。なんと油断したシンディがシンシアの拘束具の鍵を彼女が繋がれている椅子のすぐそばのテーブルに置いたのだ。そのままトレーラーハウスを出ていくシンディ。今しかない。シンシアは死に物狂いでもがき、テーブルの上の鍵を手繰り寄せようとする。もう少し届いた。あんた何してるの。シンシアが拘束具の鍵を手に取った瞬間、トレーラーハウスへ戻ってきたシンディが血相を変えて叫ぶ。シンディは近くにあったランプを手に取り、シンシアの元へ駆け寄ると、それを思い切り彼女の頭へぶつけた。痛みに顔を歪めるシンシア。しかし彼女はこの機を逃すまいと必死に拘束具の鍵を外す。そして彼女は近くに置かれていたアイスピックでシンディの首を思い切り突き刺したのだ。シンディがもだえ苦しむのを尻目に、シンシアはついにトレーラーハウスの外へ飛び出した。彼女はあられもない姿であることも構わず、ただただ一心に走り続けた。シンシア、よく逃げ出したわね。よかったね、助かって、本当に。このね、シンシアのおかげで、こういうね、彼の監禁みたいなことがやっと終わりを迎えるんですけど、そんな中ね、始まった裁判。これはもうね、波乱が待ち受けていたな。最後の悪あがき。デイビッドが逮捕され、犯行内容が世間に報道されると、過去に彼に監禁されたという被害者が数名名乗りを上げます。実は彼女たちはこれまでにもデイビッドの犯行を警察に訴えたことがありました。しかし拷問を受けた際に仕込まれた麻酔薬の影響で記憶が曖昧になっており、思うように捜査が進められなかったんです。デイビッドのトレーラーハウスから犯行の一部始終を撮影したビデオが見つかったことで、そうした被害者の証言にも整合性が取れるようになりました。もはやデイビッドも言い逃れができない状況だと思われていたんです。ところがデイビッドの犯行にはまだ一つ証明できていない事実がありました。警察の取り調べに対しデイビッドは毅然とした態度でこう述べます。私は確かに女性たちを監禁拷問していました。でも殺したことは一度もありません。いやいや、ちょっと待って、60人近く殺したってさっき言ってたじゃない。実はね、あくまで可能性の話であって、なんと証拠は見つかっていないんです。共犯者である恋人のシンディは被害者の証言が出始めた段階で観念し、デイビッドが時に女性を殺してしまうことがあったと白状していました。しかしデイビッドは彼女の証言についてもそんな事実はないと一蹴。起訴された罪状のうち殺人に関しては無罪を主張し続けていたんです。犯行の証拠となるのは被害者たちの証言とビデオの記録だけ。そしてビデオには肝心の殺害シーンは映されていませんでした。遺棄された遺体の捜査も行われていたんですが、これも不思議なことに一切発見されていなかったんです。このように証拠がないのをいいことに、デイビッドは殺人に関し最後まで白を切り続けていました。しかし殺人の証拠は見つからなかったとしても、数えきれないほどの女性に拷問を行って彼の罪が極めて重いものであることに変わりはありませんでした。こうして迎えた2001年、デイビッドに言い渡された判決は懲役224年。長えな。この時恋人のシンディは捜査に協力的だったことが考慮され、懲役36年となっています。そしてこの1年後の2002年5月28日、デイビッドはなんと獄中死をしてしまうんです。死因は心臓発作。10代から60歳になるまで約半世紀にわたり女性を襲い続けた彼の服役期間はわずか3年で終わりを迎えたんです。幼少期のトラウマやうまくいかない人間関係をきっかけに抑えきれないほどのサディズムを目覚めさせてしまったデイビッド。彼には人の苦しみを理解できる、そんな大人に成長する道は残されていなかったのか。人一倍の苦しみを経験してきた彼なら、その道を選択するチャンスもあったのではないかと悔やまれてなりません。おざす。皆さんね、いつもアルゴメトリーご視聴くださってね、ありがとうございます。アルゴメトリーとね、ミッドナイトムーンね、我々ね、こう、コツコツ日々ね、ヒーヒー言いながらもこう、楽しんでね、やってるんですけど、ちょっとね、今後新しいチャンネルだったりとかを増やしていく中で、ちょっとさすがに僕らだけだとね、限界があるなというところで、VTuber だったり、ちょっと新しい挑戦をね、していこうかなっていう中で、もし皆さんの中に少しでもご興味があればですね、ちょっとぜひね、正社員としてね、ご応募いただければなと思っていてですね、固定コメントだったり、概要欄にね、詳細を書いているので、ちょっとでもね、興味あれば、もし僕らとね、同じ志のもと、一緒にね、未来をね、こう描ける方がいれば、ぜひ応募してください。心からお待ちしております。何よりいつもご視聴いただき、ありがとうございます。